はい、皆さんこんにちは。たまらないテレビのたまらです。학생, 저 학생 잠깐만. 이게 뭐야? 피야? 제가 사람을 죽였거든요. 이걸로. 저는 소년범을 혐오합니다. 今日はですね、ネットフリスの韓国ドラマ未成年裁判に関しておしゃべりしたいと思ってます。韓国の未成年犯罪に関して年齢ごと違いがあるんですので、それに関して説明します。まずはですね、0歳から9歳までは反法少年と言いまして、罪を犯したとしても全く犯罪の処罰は受けません。また、10歳から13歳までは触法少年と言われまして、彼らにはですね、大人と同じ罪を起こしたとしても、やっぱりまだ幼いんだからもう一回機会を与えようということで、保護処分ですね。はい、保護裁判ということを行って、彼にちょっとボランティアを命じるとか、それとも少年院に行かせるとか、保護観察をするとか、そういう保護裁判での判決によって保護されるんです。刑務所には行かないんです。また、14歳から18歳まではですね、犯罪少年と言いまして、罪の重さによって彼らは保護処分と刑事処罰、どっちになるかになります。유괴, 살인, 사체 훼손, 사체 유기. 그러나 범인은 촉법 소년. 소년법 최대 형량인 20년을 선고해도 욕먹을 판에 소년은 2년이 최대 처분이야. 만 14세 미만이라는 이유로. 韓国の触法少年は10歳から13歳までということを言いましたけれども、じゃあ他の国はどうなってるかを見ますと、インドとかタイの場合は7歳、オーストラリアの場合は10歳、イギリスもイングランドとウェールズは10歳、スコットランドは12歳、アメリカの場合はですね、35州の場合はその年齢制限がなくて、その以外は6歳から10歳までだそうです。だからこの触法少年の年齢を下げるべきだという意見と、そもそもこの少年法を廃止するべきだという意見があります。それでもう間もなく韓国また大統領の選挙があるんですけれども、その立候補された方々の意見でも、はい、触法少年の年齢を下げるべきだという意見がありました。今後どうなるかはちょっと見守るべきですね。ドラマではですね、少年刑事講義部という部が出るんですけれども、もともとこの部はないです。家庭裁判所もしくは地方裁判所に属する少年部が担当するんです。ドラマの中では3人の判事が出るそういう裁判があるんですけれども、本当は1人の判事が判決をする単独裁判でございます。それと1から15までの保護処分があるんですけれども、一番重いのが15、一番軽いのが1号なんですね。それとドラマを見ると1号、3号、5号を下すという、はい。だから複数が可能っていうことなんですね。이석현 사회봉사 120시간, 2년간 장기 보호관찰 처분 등 1355 처분을 내린다. 1号はですね、保護者もしくは保護者の代理人がその未成年をちゃんと見守って保護するように。第2はですね、はい、その犯罪に関するこういうことをしちゃいけませんという講義があるんですね。そういう授業を受けること。それと第3はですね、はい、社会でのボランティア命令ですね。それと4号は
保護観察官の短期保護観察。それと午後は保護観察官の長期保護観察。それと6号はですね、少年保護施設に看護ですね。また7号はですね、そこプラス医療に関するですね、少年保護施設です。それと8号から10号が全部少年院を行く。そういう判決なんですけれども、8号は1ヶ月以内のことを8号。また9は1年以内が9号。10号の場合は2年。はい。マックス一番重い罪ですね。またドラマでいろんな場面が出るんですけれども、キム・さんが演じたシムンソクはあだ名がシブンソクって言われるということが出るんですね。 그러니까 별명이 괜히 시분석이겠나? 에? 10이요? 시분석. 야, 소년부 단독일 때 최고 처분이 10호 처분을 주로 때렸다 해가지고 별명이 시분석. 今現存する韓国の女優さんの中で一番カリスマがあって、もう本当に憧れの女優さんだなって思うんです。 보여줘야죠. 법이라는 게 얼마나 무서운지. 가르쳐야죠. 사람을 해하면 어떤 대가가 따르는지. 지 새끼 아깝다고 부모가 감싸고 둔다면 국가가, 법원이 제대로 나서야죠. 유리 아버님, 예, 여기 왜 오셨는지 알고 계시죠? 예. 뭐 때문에 오셨습니까? 진짜 부끄러워가지고. 가정폭력이요. 인정합니까? 아니, 조사받을 때는 어쩔 수 없이 인정했지만은, 이게 말이나 됩니까? 내가 한 거는요, 훈육입니다. 아비로서 마땅히 할 수 있는. 아버님은 왜 당당하십니까? 시문석判事はこう裁判中もしくは事務所でこうその事件を見るときは被害者の写真をいつもこう右側に置いてからお仕事なさるんですよね。だからその分この子をこの被害にさせた人々をちゃんとした処罰をするように。김혜수상、김무열상、イ・ソンミンさん、イ・ジョンウンさん。この4名の判事役の皆さんも普段から好きな俳優さんと女優さんでいらっしゃるんですけれども、今回すごく目が行く方がいらっしゃって、ペクソン役のイ・ヨンさんは95年生まれで28歳でございます。すごいんですよね。大人の女性が13歳を演じたとは思ったんですけれども、せいぜい20歳じゃないかなって思ったんですけど、28歳とは。아, 만으로 14살 안 되면 사람 죽여도 감옥 안 간다던데. 그거 진짜예요? 子供が非行を起こすのは結局保護者の何らかのなんていうんですかね、理由もあったりするじゃないですか。お金あるからいい弁護士つけてあげるよとか、そういう問題じゃないと思うんですね。いろんな大人たちが見て、もうちょっと未成年に対する態度っていうか、気を配っていい人生を過ごすように一緒に育つのが一番いいんじゃないかなって思うんですよ。今日の映像はここまでにします。もしこの映像が良かったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。それでは次回も、ドバヨー。